第4夜。広い土間の真ん中に鼓台のようなものを据えて、その周りに小さな将棋が並べてある。台は黒光りに光っている。片隅には四角な膳を前に置いて、じいさんが一人で酒を飲んでいる。魚は煮しめらしい。じいさんは酒の加減でなかなか赤くなっている。その上、顔中つやつやして、シワというほどのものはどこにも見当たらない。ただ、白いひげをありったけ生やしているから、年寄りということだけはわかる。自分は子供ながら、このじいさんの年はいくつなんだろうと思った。ところへ、裏の掛け井から手桶に水を汲んできたかみさんが、前だれで手を拭きながら、おじいさんはいくつかねと聞いた。じいさんは頬張った煮しめを飲み込んで、いくつか忘れたよ、と済ましていた。かみさんは拭いた手を細い帯の間に挟んで、横からじいさんの顔を見て立っていた。じいさんは茶碗のような大きなもので酒をぐいっと飲んで、そうして、ふう、と長い息を白いひげの間から吹き出した。するとかみさんが、おじいさんの家はどこかねと聞いた。じいさんは長い息を途中で切って、その奥だよ、と言った。かみさんは手を細い帯の間に突っ込んだまま、どこへ行くかねとまた聞いた。するとじいさんが、また茶碗のような大きなもので熱い酒をぐいっと飲んで前のような息をふーっと吐いて、あっちへ行くよ、と言った。まっすぐかいとかみさんが聞いたとき、ふーっと吹いた息が、障子を通り越して、柳の下を抜けて、河原の方へまっすぐに行った。じいさんが表へ出た。自分も後から出た。じいさんの腰に小さいひょうたんがぶら下がっている。肩から四角な箱を脇の下へ吊るしている。浅木の桃引きを履いて、浅木の袖なしを着ている。足袋だけが黄色い。なんだか革で作った足袋のように見えた。じいさんがまっすぐに柳の下まで来た。柳の下に子供が3、4人いた。じいさんは笑いながら腰から浅木の手ぬぐいを出した。それを肝心よりのように細長くよった。そうして地べたの真ん中に置いた。それから手ぬぐいの周りに大きな丸い輪を描いた。しまいに肩にかけた箱の中から真鍮でこしらえた飴屋の笛を出した。今にその手ぬぐいが蛇になるから、見ておろう、見ておろう、と繰り返して言った。子供は一生懸命に手ぬぐいを見ていた。自分も見ていた。見ておろう、見ておろう、いいかと言いながらじいさんが笛を吹いて、輪の上をぐるぐる回り出した。自分は手ぬぐいばかり見ていた。けれども手ぬぐいは一向動かなかった。じいさんは笛をピーピー吹いた。そうして輪の上を何遍も回った。わらじをつま立てるように、抜き足をするように、手ぬぐいに遠慮するように回った。怖そうにも見えた。面白そうにもあった。やがてじいさんは笛をピタリとやめた。そうして肩にかけた箱の口を開けて、手ぬぐいの首をちょいとつまんで、ぽっと放り込んだ。こうしておくと、箱の中で蛇になる。今に見せてやる。今に見せてやる。と言いながら、じいさんがまっすぐに歩き出した。柳の下を抜けて、細い道をまっすぐに降りていった。自分は蛇が見たいから、細い道をどこまでもついていった。じいさんは時々、今になる、と言ったり、蛇になる、と言ったりして歩いてゆく。しまいには、今になる、蛇になる、きっとなる、上がなる、と歌いながら、とうとう川の岸へ出た。橋も船もないから、ここで休んで箱の中の蛇を見せるだろうと思っていると、じいさんはザブザブ川の中へ入り出した。
はじめは膝くらいの深さであったが、だんだん腰から胸の方まで水に浸かって見えなくなる。それでもじいさんは、深くなる、夜になる、まっすぐになる、と歌いながら、どこまでもまっすぐに歩いていった。そうして、髭も、顔も、頭も頭巾もまるで見えなくなってしまった。自分はじいさんが向こう岸へ上がった時に、蛇を見せるだろうと思って、足の鳴るところに立って、たった一人いつまでも待っていた。けれどもじいさんは、とうとう上がってこなかった。